TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。今回は、そんなサスケに出場する常連選手の一人である、山本進吾さんを紹介していこうと思います。山本進吾と言ってもピンとこない方でも、サスケのガソリンスタンドの人、といえば思い出す方も多いのではないでしょうか。1997年に始まったサスケは、2020年までに38回放送されており、山本進吾はその全てのサスケに出場している皆勤賞です。サスケオールスターズ、とも呼ばれている山本進吾。サスケを見たことがある人なら一度は目にしているはずでしょう。そんな山本進吾のサスケ挑戦の歴史を見ていきます。山本進吾とサスケ挑戦の歴史を紐解いていくと、そのルーツは彼の中学時代にありました。小学生の時から運動神経抜群で、走ったり飛んだりが得意だった山本進吾は、地元の中学に進学し陸上部に入ろうとします。ところが、彼の進学した中学校には陸上部がなかったのです。仕方なくバスケ部に入った山本進吾ですが、中学3年生の時にある転機が訪れます。彼の中学校が、区の陸上大会に出場することになったのです。と言ってももちろん陸上部はないため、いろんな部活の人を集めた素人チームでの参加です。バスケ部だった山本進吾も、陸上大会に出場するのです。運動神経抜群とはいえ陸上は完全に素人の山本進吾。ほとんど思い出作りのつもりで大会に挑むのでした。ところが、いざ試合が始まってみると、山本進吾は幅跳びで驚異的な記録を残します。なんと、地区大会で優勝してしまうのです。その後、東京都大会に進んでしまった山本進吾はそこでも大活躍し、素人にもかかわらず3位の成績を残します。後のインタビューによると、この出来事が少年だった山本進吾の人格形成に大きな影響を与えており、自分は何でもうまくいく、という感覚になったといいます。この陸上大会での伝説を機に、山本進吾は私立高校の推薦をもらい、陸上選手としての道に進むようになります。そして、その後はオリンピック強化選手としての道を考えるようになるのです。しかし、いざ高校の卒業が迫ると陸上選手として将来やっていけるか不安になってしまい、結局好きだった自動車整備の専門学校に進学したのでした。そして、山本進吾が陸上から離れて5年ほど経ち、ここで彼の人生に転機が訪れるのです。ガソリンスタンドのアルバイトとして働いていた山本進吾に、ある日突然電話がかかってきます。TBS のスタッフを名乗る者から、テレビに出ないか、と誘われるのです。なんと、山本進吾の学生時代の同級生が TBS のスタッフとコネクションがあり、陸上でとんでもない奴がいる、と彼を推薦していたのでした。そして、テレビ出演を即決した山本進吾は、1997年の秋に収録のために東京ベイ NK ホールに訪れるのです。収録の直前、テレビ出演にテンションが上がっていた山本進吾は、こっそり撮影現場を覗きに行きます。撮影場所の扉をこっそり開けて中を見てしまうのです。初めて見るテレビの収録現場、そこには驚きの光景が広がっていました。なんと室内のスタジオに、15メートルはあろうかという鉄塔がそびえ立っていたのです。山本進吾が出演しようとしていたテレビ番組こそがまさにサスケで、そこで15メートルのファイナルステージを目にしたのです。サスケの開始当初は室内で収録していたため、ホール内に全4ステージのアトラクションが建設されていたのでした。そして、いざ収録が始まると山本進吾はここでも大活躍します。
ファーストステージをとてつもないスピードでクリアするのでした。さらに、この収録中でのある男との出会いが、山本進吾の人生を大きく変えていくことになります。男の名は、山田勝美。後に、ミスターサスケとして知られるようになる山田勝美も第1回のサスケから出場していました。山本進吾と共にファーストステージをクリアした山田勝美は、いやー、疲れたな、と距離を詰めてきます。なんと、リポビタン D を差し入れてくれるのでした。山本進吾と山田勝美、彼ら二人は後にサスケで数々の伝説を残すレジェンドとなっていくのですが、当時はまだ誰もそのことに気づいてはいないのでした。第1回のサスケが終わった後、サスケはシリーズ化して、第2回、第3回と続いていきます。山本進吾と山田勝美も、ほとんどレギュラーとなって毎回出場するようになるのです。特に、第3回のサスケに向けては、あの山田勝美が大きな事件を起こします。なんと、当時はよくあるバラエティ番組の一つでしかなかったサスケの攻略のため、自宅に本番そっくりのサスケセットを作るのです。人生の持てる時間のほとんどをサスケに捧げて練習する様は、当時の視聴者に大きな衝撃を与えることになるのでした。そして、山田勝美は自宅セットのトレーニングの成果か、ファイナルステージクリアまであと30センチメートルまで迫ります。当時はサスケ完全制覇を成し遂げた者は一人もいなかったこともあり、山田勝美は完全制覇に最も近い男、と呼ばれるようになります。また、この回では山本進吾も共にファイナルステージまで進出し、山田に次いで大きく注目されるようになるのでした。さらに、半年後の第4回サスケでは、元毛ガニ漁師の秋山和彦が人類で初めて完全制覇を達成します。秋山和彦はサスケ以前からの山田勝美の知り合いで、彼もまたサスケに人生を捧げる男の一人だったのです。山本進吾も彼らに大きな影響を受け、徐々にサスケにのめり込んでいきます。山田勝美や秋山和彦のトレーニング方法を真似したり、わざわざ山田勝美の自宅に訪れセットを借りて練習するようになっていくのです。そして、山田勝美、秋山和彦、山本進吾の3人は番組内でも大きく取り上げられるようになり、サスケ黎明期の人気を支える存在となるのでした。そんな中、秋山和彦の完全制覇から半年後、2000年春の第5回サスケで山本進吾の中に眠るサスケの才能が開花していきます。今回のサスケは大リニューアルが敢行され、ファーストステージにあの2つの名物エリアが初登場します。1つ目は、ジャンプハング。トランポリンで跳躍してネットを掴んで進むエリアで、サスケでおなじみのあのトランポリンが初めて導入されたエリアです。当時は、トランポリンの跳ね返りをうまく利用できず、ジャンプに失敗する者が続出しました。さらに、ジャンプハングの直後には、反り立つ壁が登場します。もはや説明不要のサスケの名物エリアも最初期には存在せず、この回が初登場だったのです。この、ジャンプハング、反り立つ壁の登場で、ファーストステージのクリア者がわずか3人しか出なかったのですが、山本進吾は余裕しゃくしゃくでクリアしてしまうのです。さらに、次のセカンドステージでは3人中たった1人のクリア者となり、サードステージへの挑戦者は山本進吾ただ1人となったのです。たった1人でサードステージに立ち向かう山本進吾。惜しくもクリア目前で脱落してしまいますが、自身初めて100人中最高の成績を残すことになるのでした。さらに1年後の2001年春の第7回サスケで、山本進吾はサードステージにリベンジを果たします。ファイナルステージへの挑戦者が現れるのは、1999年秋の秋山和彦以来となり、実に1年半ぶりにファイナルステージへの扉が開かれることになるのです。
そして、久々に人類の前に姿を現したファイナルステージは、凶悪な進化を遂げていました。かつては15メートルの綱登りのみだったファイナルステージは、全2エリアの構成となり、高さも 22.5 メートルまで増すのでした。自身2度目のファイナルステージ、100人最後の生き残りとなった山本進吾が、その麓に立つのです。鉄塔が放つあまりにも巨大でまがまがしいオーラに圧倒されたのか、もうダメ元だ、と笑顔でつぶやきます。そして、長い間待った甲斐はありそうですかとスタッフが山本進吾の妻である英子さんに尋ねます。ありそうでしょうか。あとは、信じて。いよいよファイナルステージのスタート。完全制覇に向けた山本進吾の旅が始まるのです。ところが、開始からわずか数秒、山本進吾はステージから転落してしまいます。命綱でゆっくりと地上に下ろされた山本進吾は、肩を押さえてその場でうずくまります。なんと、左肩を脱臼していたのでした。ファーストステージからサードステージまで戦い抜いてきた山本進吾の体はすでに限界を超えていたのか、彼の挑戦はあっさりと終わってしまいました。これらのシーンはテレビ放送時になんと視聴率 25% を超え、サスケ史上最高視聴率を記録しています。ただのガソリンスタンドの店員がアスレチックに挑戦する様に、日本中が熱狂することになったのです。実際に、テレビでこのシーンを見たという記憶のある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。ファイナルステージとの伝説の激闘を終え、山本進吾は日本で一番有名なガソリンスタンド店員となります。山本進吾は子供たちのヒーロー的な存在となり、どこに行っても声をかけられるようになるのです。まさに、生半可なタレント以上の人気者となるのです。さらに、彼の勤める長谷川サービスステーションは、あの山本がいる店、として大繁盛。店の売り上げに大きく貢献したとして、山本進吾はうなぎ登りに出世していくのです。最初はアルバイトだった山本進吾は、店員、所長、エリアマネージャーとどんどん昇進していくのです。2006年には念願のマイホームも購入、山本進吾本人は、サスケ御殿、と語ります。このように、山本進吾はサスケがきっかけで、仕事もプライベートも順風満帆な歩みを見せていくのです。そして、2004年春の第13回サスケでは、盟友の山田勝美が初めてサスケを引退し、欠場することになります。この回から、山本進吾は、サスケ唯一の皆勤賞、というキャッチフレーズがつくことになり、サスケに欠かせない存在になっていきます。山本進吾を含めた、6人の常連選手たちは、いつしか、サスケオールスターズ、と呼ばれるようになり、まさに国民的なヒーローとして扱われるようになるのでした。ところが、この頃から周囲の期待に反してサスケでの成績を徐々に落としていくようになります。2001年春の伝説のファイナルステージ以降、ファイナル進出は愚か、サードステージまでも進めない回が増えていくのです。周りの期待がプレッシャーとなり、山本進吾は思うようなサスケをプレイできないようになっていたのかもしれません。そして、月日は流れ2012年、山本進吾はある決断をします。気がつけば、セカンドステージには2年半以上、サードステージに至っては3年以上進出していない山本進吾は、サスケの引退を考えるようになります。さらに、2012年には長年勤めていたガソリンスタンドも退社、新たな人生を始めようとしていました。今回クリアできなければ引退。そう決意して挑んだ2012年冬の第28回サスケ。ファーストステージの第3エリア、スキンブリッジで足を滑らせリタイアとなった山本進吾はサスケの舞台から姿を消します。
長きにわたってサスケの歴史を築き上げてきたレジェンドが、また一人緑山スタジオを後にするのでした。そんな中、翌年の2013年にあるニュースが舞い込みます。なんと、サスケの世界大会が開かれるというのです。日本で始まったスポーツバラエティ番組であるサスケは、今や世界中で放送される人気コンテンツになっています。そこで、世界中からサスケの猛者たちを集めて、マレーシアで世界大会を開くというのです。サスケ発祥の地、日本ももちろん世界大会に参戦し、大々的な予選会が開催されます。予選会では、まず緑山スタジオに集められた参加者が、本番のサスケと同じ規模のセットで競技を行います。この予選で成績優秀だった者が、2013年夏に放送予定のサスケ第29回大会の参加資格を得ることができます。そして、実際にテレビで放送されるサスケ第29回大会は世界大会の最終予選も兼ねており、ここでの成績上位者が日本代表に選出されるのです。一次予選当日、会場には日本中からサスケ自慢が集います。この予選会には、後の完全制覇者であるサスケくんこと森本裕介を含む実力者が勢揃いしていたのです。そんな中、予選会場になんとあの男がいたのです。山本進吾。前回サスケを引退した山本進吾は、世界大会開催の噂を聞きつけ、いても立ってもいられなくなったそうです。しかし、一度は引退をした身、サスケオールスターズとしての招待選手ではなく、一般参加者として予選からやり直すことにしたのです。ガソリンスタンドを退社し、自動車整備工場を立ち上げた山本進吾。仕事でもサスケでも、新しい第二の人生を始めようとしています。そして、山本進吾は見事予選を突破し、サスケ第29回大会への出場権を獲得します。さらに、引退撤回という形で挑んだサスケでも大活躍。なんと日本代表へ選出されるのです。日本代表のキャプテンとして世界大会に参戦した山本進吾は、日本の団体銀メダル獲得の大きな原動力となります。そして、世界中のサスケファンにとってのヒーローとなった山本進吾は、2014年にはアメリカ版のサスケにも招待選手として出場します。ゴッドファーザーのニックネームで、アメリカのサスケファンを熱狂させるのです。こうして、不死鳥のごとくサスケに蘇った山本進吾。今でもサスケ皆勤賞として知られる彼は、生ける伝説としてサスケファンから愛される存在になっているのでした。というわけで、今回はサスケオールスターズの一人、山本進吾さんのエピソードを紹介しました。中学生の時、陸上で残した伝説がきっかけで出演したサスケは、彼の人生を大きく変えることになります。サスケで大活躍してヒーローとなった山本進吾。一度は不調にあえいで引退するものの、不死鳥のごとく復活劇を遂げるのです。そして、世界を股にかけて活躍するサスケプレイヤーとなった山本進吾の不死鳥伝説は、今なお続いているのでした。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。